りてんこ盛り。どうも巣ごもりと申します。今日はですね、まず荒川ひろむ先生、銀のさじシルバースプーンご完結おめでとうございます。はい、今日は、そんな、銀のさじを、まだもし読んでない方がいたらというためにちょっとだけ、ご紹介させていただきたいと思います。ではスタート。まずですね、銀のさじは大江戸農業高等学校という農業学校が舞台となってまして、そこにですね、今まで一般家庭で生活していた、八軒優吾くんという男の子が、ちょっといろいろな出来事がきっかけで入学し、そこの中で農業とかそのクラスメイトとかとなんかいろんなの育んで成長していくっていうお話になってます。最初はなんか農業学校ってちょっとなんだろうな、私やっぱ専門的なところだから読みづらいかなって思ってたんですけど、そんなこと全然ないです。はい。っていうのも主人公の八軒くんがその普通の家庭の子っていうところもあって、私たちが思う疑問を八軒くんも言ってくれるんですね。なんでなるほどみたいな、むしろなんかね分かりやすくて、はい。八軒くんはなんで農業高等学校に行ったかっていうと、今まですごい進学校でなんかこう勉強みたいな感じで、すごいなんか学校行って塾行って家帰ってきて勉強してまた学校行ってみたいな、なんて言うんでしょうね、なんか決められたサイクルというか、レールの上をね、親の引いてきたレールの上を敷いて歩いてきたんですけど、でもただその農業学校に行くともうなんか教科書とかも使わないみたいな、なんだろうな、その場で見て覚えろみたいな感じの授業も結構満載で、それに戸惑いつつも頑張ってねこう食らいついていく八軒くんを見てると、ちょっと私たちもなんかすごい八軒くん頑張れーみたいな感じで、はい、なんかすごいねなんだろうな、応援したくなるし、私たちもなんかね、八軒くんが一個一個できるようになると、なんかこう、やったーみたいな、なぜか私が達成感を得るみたいな、そんなね、なんかすごいいい作品なんですよ。で、特に好きなシーンがあって、なんか八軒くんが、最初の方の話なんですけど、クラスメイトがなんか宅配ピザをね皆さん食べたことがないということなので、そんなねみんなのためにねなんかみんなでねピザを作る用パーティーみたいなのをするんですよ。八軒くんがこう石窯を修復してピザの作り方を覚えて、でそれを食べた八軒くんもみんなもなんかこうすごい笑顔になるんですよ。なんだろうね、八軒くんがなんか本当にうまいものを食べた時って笑いしか出ないんだって言うんですけど、私そのセリフがすごい好きで、やっぱ勉強してってキリキリしてた八軒くんがなんかこう食べたことに対してだけでも笑えるようになるっていうね、なんかねもうほんとね、八軒くんよかったねみたいな、もう私はもう八軒くんのことをなんか私の孫としてもう見てますから、もうはい。でそんな感じで自分の人生に迷ってぐるぐるしてるその主人公の八軒くんがなんか周りとのギャップにちょっと悩んだりとか、気になるね女の子みかげちゃんっていう女の子が出るんですけど、そのみかげちゃんのお家で一緒にねアルバイトして農業とはこういうものなのかっていうのを体験したりとか、こう頑張っていく八軒くんを見て、なんか私たちも生きるってなんだ、生活するって食べるってすごいことなんだなーって、はい、なんかこう身につまされるというか学ばされるというか、そういう感じでね、本当に素晴らしくて重要な作品でございますので、よかったらぜひぜひ皆様、銀のさじシルバースプーン読んでみてください。ちなみに銀のさじのモデルになった学校があるんですけど、帯広農業高等学校だったかな、はい、帯広農業高等学校には荒川ひろむ先生が実際にね寄贈された銀のさじが、はい、食堂に飾ってあるそうなんで、もしねなんか北海道とかね行く方いたら入れるのかな、ちょっとわかんないですけど、はい、そういうのもあるんだよっていうことで、はい、よかったらぜひぜひ皆様読んでみてください。以上、巣ごもりでした。巣ごもりじゃんけんぽん、グーでした勝ったあなたチャンネル登録よろしくね。負けたあなたチャンネル登録するんだぞ。あいこのあなたチャンネル登録するといいよ。はい、以上、巣ごもりでした。バイバーイ。